今きれいに洗ったところですけども、大根がしなべて、曲がる程度まで干したいと思います。なかなか乾燥が進まなかったので、割ったりして、干し替えました。際のところで、際先、そうそんな感じ。大根に刃が入らないように、大根を傷つけんように。4キロですね。4キロ。大根4キロに対してぬかが 400g から 600g。刻み昆布にしますけど、もうハサミで切って直接入れます。お塩が 200g です。赤ざらめですけど、入れなくても大丈夫ですけど、唐辛子ですけど 4,5 本、これはもう種付きのまんま。何段ぐらいで入るかをちょっと試してみます。なんで3分の1入れる。すげえさっくり。3分の1をまず入れて、端の方にしっかりとくっつけるように入れていきます。この葉っぱを隙間がないように、一番上に少し多めに入れるから、湯冷ましだけで少し今度から入ったら元気なんですよ。様子を見る。毎日楽しみに。今畑から抜いてきた大根です。これを今きれいに洗ったところですけども、きれいに洗ったのを、今雪が降ったりしてますので、乾干ししてたくあん漬けを作ろうと思います。今洗った大根を竹に縛りました。ちょうど小枝の下で、雨がかからずに日がよく当たり風も通るところです。これで、大根がしなべて、曲がる程度まで干したいと思います。先日干してた大根が10日ほどで、少し曲がるようになりました。で、これを今日はつけようと思います。で、途中でなかなか乾燥が進まなかったので、割ったりして、干し替えました。で、今日は、まず大根の重さを測ります。まず葉がついたままですので、これを大根を傷つけないように際のところ、大根の葉の茎のところで、切り取って尻尾も切り取ります。こういう感じで切り取って、これも切り取ります。で、全部切り取って重さを一応測ろうと思います。で、全部切るんですか？全部切って。ここってこと？もう少し上、際のところで、際でそうそんな感じで切って。ではこの端のこれが入らんように。そうそう。大根に刃が入らんように、大根を傷つけんように。こんな感じかな。そうね。で、これの重りを測ります。重さをね。500？これがざるが500だから、取れてないね。ざるが500で、す
げえ錆びとるけどばかりが昔からのやつか、海がそばだからどうしても4キロ、うん、4キロですね。4キロ、大根の重さが4キロ、これを基準にします。大根4キロに対してぬかが400グラムから600グラムあったらいいと思います。これ今600グラムあります。が10センチ幅の分を刻み昆布にしますけど、もうハサミで切って直接入れます。で、お塩が200グラムです。5%、20分の1。そして、赤ざらめですけど、入れなくても大丈夫ですけど、カップ4分の1から2分の1、私ちょっと甘めにしたいんで2分の1ほど入れます。そして唐辛子ですけど 4,5 本、これはもう種付きのまんまちぎって入れます。でこれをよく混ぜて混ぜてください。何段になるかを調べます。ああ、その容器の中に何段になるか、何段ぐらいで入るかをちょっと試してみます。なんで？ぬかのさ段数入れ具合によるから、ああ、その等分に分けながら入れるってこと？そうだから今1段2段でいけそう？ 2段、だいたい2段ぐらいかな。だいたい2段、っていうことは一番上と一番下が入って、間に1段入るから、これを3つにちょっとこう分けて3分の1ずつ入れて、3分の1ずつ入れていきます。あれば口なしを準備して、それをちょっと煮出して使うんですけども、乾燥大根ですので水上がりが悪いかなと思って、少し湯冷まし、沸騰させたお湯を冷ましたものをちょっと400ほど準備しました。そして、これを3分の1入れろってこと？こういうざっくりで、一番下ね、で大根と大根の間、でこれを上にします。だから3分の1をまず入れて、でこれに大根を下から積んでいきます。で端の方にしっかりとくっつけるように入れていきます。そもそもたくあんってさ、乾燥させてからつけるんだよ。いや、生でもつけられるよ。あ、そうなの？で今頃はたくあん漬けの素っていうのがあって、割と簡単になるんだけど、ここの辺りはぬかが取れるから自分で。その精米センターみたいなとこ持ってったらいいよ。そうでこういうふうにしてきっちりと詰めていくけど、ちょっとやっぱ隙間が空くでしょうが、こういうところにこの葉っぱを詰めていくわけね。この大根の葉っぱをこうやって隙間がないように、隙間を埋めるために。そう大根の葉っぱを詰めていく。重さが等分にかかるように葉っぱで埋めながらやっていくわけね。もう一段で入るか、それ？入るやろ。入る？はい。でも上にバーッと
かけて、さーっとかけて、一番上に少し多めに入れるから、まんべんなくかかったら、でここでくちなしの煮汁を入れるんですけども、今日は湯冷ましだけで少しもうちょっと入れてくれるぬかを少しここの辺りに。口なしって何？色付けにするやつ口なしでたくあんの黄色、黄色それとになるやつ。かウコンを入れたりするんだけど、今日はもうそういう色物は使わないで直につけてるから、ウコンとか入ったらなんか元気になりそうだね。そうだね。でこれをちょっとつけていきます。無理にでも2段に。そうちょっと半分に割れたのとかができたからね。よし、これであとは上に残った葉っぱを全部かぶせます。全部かぶせる。全部かぶせる。10本分やからね。そしてぬかを入れます。でぬかを入れたら、これ水全部使うんだ。ちょっと心持ち全部使ってもいいけど、心持ちでちょっと上に湿気がくるように、だから早くに水も上がるし、あれやから。そして、これに、蓋をしますけど、蓋をしますね。ちょっと一回り小さめのやつを使って、その上に2本ある方がいいみたいな感じですので、木の蓋をやって、で、これの重さが全体にかかるように今均等に入れましたので、これに、大根の重さの2倍の重りを入れます。で2倍から2.5倍で、これで、8キロ500ほどあります。その石の方が4キロあるから。これ4キロ4キロちょっとあるから、昔ながらのたくあんだけの。それで8キロ？これで8キロです。で、これで、3日ほど様子を見ます。で上まで落とし蓋の上まで水が上がればいいですけど、なかったらちょっとまとめようか。長すぎたので、3日ぐらいで塩が上がってくるはず。はい、上がらなかった場合は原因をチェックすると、あれが入ってないかとか、塩の塩分量がちょっと違うんじゃないかとか、水分量がそもそも少ないから水足した方がいいんじゃないかっていうことをすると。でその追加する塩水っていうのは 5% の塩水、煮出しした塩水ね。だけ塩入れ 5% の塩水作って、1回沸騰させて、でそれを使う。ただの水ではやっぱりカビが生えやすいから、それはそうじゃろうね。塩が入ってないといかんの。塩を入れて沸騰させた水で見る。で異物が入らないように蓋をしてあげる。紙の蓋、息ができるようにね。なるほど。ビニールはね、ある程度透過できるよね。そうじゃけ米の袋的なもの、新聞紙でもいいし、普通の家庭では新聞紙があるやろうし、でかぶして、3日ぐらい見る、様子を見る。毎日楽しみに。私は毎日楽しみに見る。引き水として今少しまいたからね、上がるかもしれんし、早くに水が上がった方が美味しいたくあんができるって言われてるんで、今少し入れましたけど。なるほど。一応これでとりあえずつけは完成で、蓋閉めろ。で3日後からの分はまたチェックしながら動画に上げていこうと思います。はい。お疲れ様でした。はい。